59歳男性、低身長肥満ハゲのバツ3で成人した子供が5人いますが現在独居です。一人で住んでるわけですね。健康状態は特に持病もなく、零細の工場経営で借金もなく、不動産資産として約1億円くらいありますが、現金や金融資産は決済用しかありません。自転車操業です。あるあるですね。再婚希望しているのですが、コロナ禍ということもあり、なかなか出会いがなく、出会い系アプリやパパ活アプリで相手を探し始めて、すいません。累計200人ぐらいすごいね。数人は結婚も前向きに考えるところまで行ったものの、結局話は決まらず、再婚は無理なのかと考え始めました。ここまで交際に500万円ぐらい使ってしまったので、これなら最初から結婚相談所にお金を払った方が良かったかもしれません。40代までは相手も見つかりやすかったけど、アラカンだとアラウンド還暦のことね、アラカンだとこうも相手にされないのかと現実を実感しています。しかしこんな私でも再婚の可能性を信じて婚活を続けてもいいのでしょう。いやー、なかなかね、お金使っちゃいましたよね。読んだのはなんでかっていうと、知り合いで超エリートサラリーマンの人がいるのです。超エリートサラリーマンで、40ぐらいだと思ってください。でその人が数年ぶりに会ったの。数年ぶりにばったり会って「LINE していいですか?」って聞かれたんで「いいよいいよ」と LINE アドレスをお互いしてる。何かと思ったら実はパパ活などにハマっていてって、また同じこと言って、でこの人は2年間で1000万使ったって言ってんだよね。超エリートサラリーマンって言っても貯金ね1000万も使っちゃったらもう本当にすっからかんなんだよ。だからもう今そういうのはやめたって言うんだけども、やめた理由はやっぱその1000万なくなっちゃったからなんですよね。5年ぐらい前に会った時はなんか結婚して新婚旅行の写真とかも見せてもらって結構幸せそうだったんだけども、もう奥さんとは離婚寸前までって言ってて、でこれから離婚費用というかね、財産分与の話をしなきゃいけないんだけども、奥さんがなんでいつの間にか現金1000万なくなってるのってバレるのが怖くてしょうがないって言ってんだけど、関係ないね。ちょっと余談ずれちゃったんですけども、ニコタンさんが言ってる59歳男性低身長肥満ハゲのバツさんっていうのは別にそれが条件として悪いというわけではなくてですね、社会の趨勢としてね、なんかいわゆる50代の男の人が考える年の差婚って成立しなくなってるらしいんですよね。社会学者の荒川さんっていう方がですね、僕対談したことがある人なんですけども、この間、ダイヤモンドオンラインかなんかに書いてたのがですね、どうも男性というのはどうしても若い女の子と結婚したがるんだけども、もう今それ成立が不可能になっているという話書いてて、でそれなんでかっていうと、1970年代から現代までの結婚っていうののデータを比べて見てみるとどういうふうになってるのかっていうと、実はその同い年同士で結婚する数っていうのはあんまり減ってないと。結婚最近減ってきたと言われてるのが、一番何が減ったのかっていうと、年上の男性と年下の女性との結婚成婚率が劇的に減ってると。それがこの30年ぐらいのものすごい大きな変化だというふうに書いてる、荒川先生書いてる。でそれを僕読んでて思ったのが、やっぱりその今の40、50、60ぐらいの男性が持っているマスコミとか芸能人とか見てもやっぱ年の差婚ってあるわけで、ね、加藤ちゃんみたいになんかすごいもうじいさんになって若い嫁さんみたいなのがあったら、ほらやっぱりあるじゃんかというふうに思いたがっちゃうわけだよね。ほらやっぱりあるじゃんかっていうのを、昔のそういう親だったら10歳12歳ぐらい離れてるのが当たり前っていう記憶を掘り起こして現在のニュースと当てはめて、ほらやっぱりって思うんだけども、荒川さんが言うにはそういう事例がもうどんどん少なくなってきてる。だから結婚が今少ないと言われてるのの実は何割かは昔からよく言われてる一回り下の嫁とか二回り下とか、そういうのがもう激減してしまって、で現在の男女っていうのはどういうふうにものを見てるのかというと、同世代同世界同コロニーっていうのかな、同じような環境の中にいる仲間しか配偶相手として見えないようになってきているので、これはもう無理ですよって話書いてたんですけど、なので全然ね59歳男性でもですね、3回バツ3ということは結婚してるわけですから、3回も全然問題ないと思うんでですね、出会い系アプリとかパパ活アプリはやめてですね、結婚相談所に行って同世代の相手をですね探してください。頑張れ頑張れ。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。